信じられない統計を見つけたのだ。どうしたの？積んだもん。日本を再訪した外国人の 75% が2回目の方が感動したと答えたのだ。そしてその理由が衝撃なの。観光地が好きだからじゃないのよ。じゃあ何のために来るのだ？日本の日常を見に来るのよ。日常？普通の生活が観光資源なのだ。外国人にとって日本の当たり前は世界一の非日常なの。世界一？それはなぜなのだ？観光地は世界中にあるわ。でも日本の日常は日本にしかないの。確かに、電車の整列とか清潔な街とか、その普通の積み重ねが外国人の心に刺さるのよ。具体的な体験談が聞きたいのだ。オランダ人のイェルンの話を聞いて。私はイェルン、アムステルダムから来ました。イェルンさんなのだ。初来日では浅草と富士山を回りました。でも2回目に気づいたんです。何に気づいたのだ？朝の満員電車で誰も話さないのに怒っている人が一人もいない。それが日本の静かな気遣いね。オランダでは電車が少し遅れただけで乗客が運転士に怒鳴ります。怒鳴る？それが普通なのだ。そのギャップに初めて気づいた時、涙が出そうになりました。それが2回目の感動の正体よ。子供への影響もすごいって聞いたのだ。これが今日一番の衝撃エピソードよ。何なのだ？日本から帰った外国人の子供たちが家でこんな言葉を叫ぶようになったの。どんな言葉なのだ？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。カナダのバンクーバーから来たアマンダです。アマンダさんなのだ。5歳の娘がコンビニのいらっしゃいませに完全にハマったんです。どのくらいハマったのだ？帰国して1ヶ月、家のドアを開けるたびに叫んでいます。コンビニでもらった印象が1ヶ月続くなんて。夫が仕事から帰ってくるたびに娘がいらっしゃいませと出迎えるんです。可愛いのだ。夫は毎回目が潤みます。娘が日本になったと笑って言います。たった一つの言葉が家族の日常を変えた。それが日本のお迎え文化ね。お迎え文化って何なのだ？お店に入れば歓迎、出れば見送られる文化よ。確かに日本では当たり前なのだ。でもドイツの研究では接客に感動したと答えた旅行者の割合は日本は世界一位なの。世界一？数字で出たのだ。2位は日本の約半分。それほど日本の接客は別格なの。他の国はどんな感じなのだ？スマホを見ながら接客するのが普通の国が多いのよ。それは確かに違うのだ。いいサービスになれると帰国後に逆カルチャーショックが来るの。逆カルチャーショック？なぜ店員がスマホを見ているの？って違和感を感じるようになるのよ。次は何の話なのだ？清潔さの衝撃話よ。パリから来たソフィの体験談。パリから来たソフィです。ソフィさんなのだ。初来日の夜、歌舞伎町を1時間歩きました。夜の歌舞伎町なのだ。驚いて立ち止まったんです。1時間歩いてもゴミが1個もなかった。歌舞伎町なのにゴミなし？パリでは1分歩けば必ずゴミを踏みます。それがパリの普通なの。夜の繁華街まで清潔な国なんて日本しか知りません。日常が違いすぎるのだ。次は日本人気の証拠の話よ。何があったのだ？2026年ロシアで日本行きビザの申請が殺到しているの。どのくらい殺到しているのだ？モスクワの日本大使館の前に朝4時から行列ができているの。朝4時？それは本気なのだ。 SNS には3泊4日のために3ヶ月並んだという投稿が溢れているの。3ヶ月？それほど行きたい国なのだ。モスクワのナターシャです。ナターシャさんなのだ。日本へは2回行きました。3回目のビザ取得に4ヶ月かかりました。4ヶ月も？それでも行く価値があります。日本は治る国だと思っています。治る国ってどういう意味なの？疲れた心が日本にいるだけで回復していくんです。治る国、素敵な言葉なのだ。ナターシャが言う治る国には科学的な理由があるの。科学的な理由なのだ。治る国の3要素を分析してみたの。3要素、教えてほしいのだ。1つ目は静けさ。日本の公共空間は世界基準で見て異常なほど静かなの。電車でも公園でも静かなのだ。2つ目は清潔さ。ソフィが経験したように繁華街まで綺麗ね。3つ目は何なのだ？押し付けない親切さよ。押し付けない？どういう意味なのだ？日本のサービスは親切だけど強制しないの。嫌なら断れる優しさなのだ。海外ではいいサービスと過干渉がセットになっていることが多いの。確かに何度もいかがですか？ってくる店もあるのだ。でも日本は必要な時だけ来てくれる。その絶妙な距離感が治る理由なの。次は電車整列の話も聞きたいのだ。ブラジルのマルコの体験談は面白いの。サンパウロのマルコです。マルコさんなのだ。ブラジルの電車は乗る前から怒鳴り合いです。怒鳴り合い？電車に乗るのが大変なのだ。日本で初めて整列乗車を見たとき、夢の中にいるかと思いました。夢？それほどの衝撃なのだ。2回目の来日で気づいたら自分も自然に並んでいました。日本の文化が体に染み込んだのね。文化って感染するのだ。最後に子供が変わる衝撃の研究を紹介するわ。子供への影響なのだ。オーストラリアの教育学者が調べたら、日本旅行を経験した子供はどうなったのだ？帰国後も整列する静かに待つ習慣が3ヶ月以上続いたの。3ヶ月も
短期旅行でそんなに変わるのだ。シドニーのリサです。リサさんなのだ。7歳の息子を連れて日本に行きました。どんな変化がありましたか？帰国後、息子が学校の廊下で並ぶ列を自分から整理し始めたんです。自分からやりだしたのだ。先生から何があったのと連絡が来ました。日本に行ったと答えたら、先生はなんて言ったの？また連れて行ってくださいと笑って言われました。先生も体験したいのだ。治る国、子供を変える国、2回目がもっと好きになる国。日本ってそういう国なのだ。観光地を超えた何かが日本には宿っているの。日常の設計が世界最高なのだ。でもね、そのことに一番気づいていないのは実は日本人自身なのよ。自分たちが気づいてないのだ。毎日当たり前だから価値がわからなくなってしまうの。外国人の目を通して初めて気づくのだ。そうなの。ロシアのナターシャが治る国といった言葉を思い出してみて。朝4時から並んでも行きたい国なのだ。何千年もかけて積み重ねた文化が今の日本の日常を作っているの。ずっと続けてきたから今があるのだ。外国人がリピートするたびにまた発見したという国、それが日本よ。リピートするほど発見が増える国なのだ。コンビニのいらっしゃいませが子供の心に1ヶ月残る国、これは簡単に真似できないわ。積み重ねてきた文化の深さなのだ。ここで少し立ち止まって考えてみてほしいの。何を考えるのだ？いらっしゃいませという言葉はなぜ世界にないと思う？日本語だからなのだ。言葉の問題じゃないの。お客様を歓迎するという価値観が根付いているからなの。文化として定着しているのだ。英語圏でも同じ意味の言葉を使える。でも使わない。価値観が違うのだ。日本のリピーターが気づくのは言葉よりその言葉を言いたくなる文化なの。なるほど。文化の違いなのだ。そしてその文化がカナダの5歳の子供の心にまで届くのよ。子供は正直だから余計に伝わるのだ。もう一つ面白いデータがあるの。何なのだ？日本在住の外国人に日本で驚いたことを聞くと上位はいつも同じなの。何なのだ？病院が時間通り駅のトイレが清潔、財布を落としても戻ってくる。全部日本の当たり前なのだ。でも世界では奇跡に近い話なの。日本の普通が世界の奇跡なのだ。アメリカでは財布を落としたら 99% は中身なしで戻るか戻らないかよ。それが普通なのだ。日本では現金ごと戻ってくることが多い。この差は埋められないほど大きいの。財布が戻った外国人がこの国に住みたいと思う気持ちわかるのだ。信頼が積み重なって安心になり、安心がまた期待になるの。それがリピーターを生む根っこなのだ。日本のリピーターが1回目より2回目を好む理由が全てつながったわね。確かに一つ一つは小さいけど積み重なると大きいのだ。そしてその積み重ねが外国人の子供の心にまで届く。いらっしゃいませの一言が証明したのだ。私たちも旅行者の目で日本の日常を見てみると新しい発見があるかもしれないね。自分の国を再発見できるのだ。外国人が気づく当たり前に私たちも改めて誇りを持てるといいわね。のだ。次はどんな気づきがあるか一緒に探していきましょう。今回の動画が面白かったらチャンネル登録と高評価をよろしくね。ぞっこん日本でまた会おうなのだ。